さあ今日の特集なんですけど、私はもうこんな風には絶対呼ばれないと思うんですけど、はい、鉄人と呼びたくなるような店主の方に密着しました。で今回の方はですね、はい、過去に本当お気の毒なんですけどね、過去に8度も手術を経験していらっしゃると。にもかかわらず、カレーを作ってらっしゃるんですよ、店主さん、はい、カレーのためにほぼほならで働きます。さらに営業中は絶対何とかはしないっていうですね、どれほどの鉄人の方なんでしょうか。それではご覧いただきましょう。休むことなく動いてる。座ってるところ見たことないですね。多分両足人工関節、本当に鉄人だと思いますよ。度重なる手術を乗り越え厨房に立ち続ける。お客さんが来てくれるからね、なんとかあげようという気持ち。休まず働く名物店主の情熱と人情に迫ります。密着、鉄人店主。その店主が営むのは地下鉄東西線琴仁駅のすぐそばにある味覚の吹きだまり北村です。すみません、こんにちは。いらっしゃいませ。はじめまして、STV の金子と申します。どうぞ本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の主役、鉄人店主は御年75歳の村仁さん。羽幌町出身のどさんこです。創業何年になるんですか43年だと思うんですけど、大体それぐらいです。常連さんが結構います今ね。その43年前から来てくれてる人います。そうなんですか。そういう方もいらっしゃるんですね。う。お客さんも鉄人だ。はい、そうです。愛されてるんですよ。常連客をはじめ多くのお客さんで店内は賑わいます。毎日。あ、そうなんですか。毎日？そう。美味しいからじゃないですか。ご飯行こうって言ったら北村だもんね。寡黙なんですけど優しく包み込んでくれるようなお人柄に癒されてます。くすぐったくてしょうがなかった目の前で褒められて。多くを語る人ではありませんが、その人柄でお客さんから愛されています。定食系は全部で7種類。その中で特に人気のメニューが今日はカツとじ定食ですね。一番おすすめメニューだと思います。カツとじはおすすめです。カツもそれからとじもね、シャキッと上がってるんですよ。一番のおすすめかもしれない。はい、カツとじです。お待ちどうさんです。うわ、美味しそうですね。サクサクに揚げた 150g の道産ロースカツの上に卵とじをたっぷり。40年間変わらない味付けでお客さんを魅了する一番人気のメニューです。美味しそう。いただきます。はい、どうぞ。ホクホクですね。お肉ジューシーですし、本当に衣がサックサクですね。頭がとろっとしていて、こうサクトロがたまりませんね。少しこう甘さもあって、なんか優しい味ですよね。それでは本題、御年75歳村さんの鉄人ぶりをお客さんのインタビューをもとに紐解きます。鉄人なのはすごいのは、3回も整形外科でいろんな手術を受けても首、腰、膝あちこち骨折れたりね、いろいろしてるけどね、なんだかんだで元気ですよ。多分両足人工関節なんだけど、そう休まない。手術をねたくさんされたなんていう話もちょっと聞いたんですけれども、まだ数えたら8回ぐらいしてるみたい。なんと村さん、これまでの人生で8度も手術を受けているんです。しかもそのうち半分は去年から今年にかけて行われました。集中してるんだ。膝の半月板がダメになって両足人工関節しました。一番辛いのは首、だるいっていうかさ、こう首上げてられないの。高いところのものを取るときにはいつもこうやって見て、目安をつけてから取る。年々大きな手術も増え、日常生活にも支障をきたしていますが、それでも厨房に立ち続けるまさに鉄人です。
常連さんに聞いた鉄人エピソードはこれだけではありません。普通休憩入れるじゃないですか、2時から2時とか2時半からもうずっとやってますから。中抜きがないんだよね、だからいつでも来れるからね、それがいいってお客さんもいっぱいいるみたいですよ。朝から晩までですからね。で日曜日しか休んでないですから、もうたまにゆっくり休んでほしいですけどね。朝11時半から、夜10時までずっと休まずですか？休まずずっと昼終わった後に夜の仕込みをするんで、どっちみちここにいるんでそのままやってると。もうずっといるから、もうそのままやっちゃおうよってことですか？そうです。忙しかったら次の日の仕込みを店終わってからまたやって帰るんで、普通にはだいたい2時ぐらいまでいるけど。午前のってことですよね。そうですね。働き方改革がどこに行ったんですか？そうなんです。村さんの一日のスケジュールをまとめてみるとこんな感じなんです。午前2時に仕事が終わり、午前9時には家を出て仕入れに向かうんです。これだって開店した時からやってるから、もう全然これは当たり前だと思ってるからね。何にも苦にならないからね。さらにもう一つ衝撃の鉄人エピソードを入手しました。朝から晩まで立ちっぱなしでずっとフル活動してなかなか座ってるところ見たことないですね。ずっと立ってて、なおかつずっとね、なんか作ってる、包丁が動いてる。一日中朝から晩までね立ちっぱなしなのに、もうちょっと座ったらいいんじゃないかなとか思いますけどね。なんと村さんは営業中絶対に座ることがないそうです。果たしてお客さんも来るからね、座ってからあんないの。そうなんです。でそれ本当なのか検証してみました。11時30分のオープンを迎えるとどんどんお客さんが入ってくるので定食を作り続けていく村さん。人気店だからこそなんだ。だからこそですよね。片時も休む暇はありません。お昼時のピークを越え一息つくタイミングと思ったら、次は一品料理の仕込みを開始していくんです。お客さんはいないんですが決して座ることはありません。ぼーっと YouTube とか見たりすることないのよ。ずっと仕込みなんです。で夕方5時を過ぎ再びお店は賑わいを見せます。厨房でお酒に合う料理をひたすら作り続ける村さんです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。営業開始から9時間が経過し、さすがの鉄人にも疲労の色が。しかし注文が入るとすぐに調理を再開。そしてまた来月ね。ありがとうございます。おやすみなさい。夜10時、最後のお客さんが帰ってこの日の営業は終了。洗い物とかしなきゃいけないしな。番組スタッフが1日密着しましたが村さんが座ることは一度もありませんでした。ではなぜ座らないんでしょうか？ちょっと座ると寝てしまっている。メニューかなんか書いてたんですかね。一人で座ってたら寝たんだね。誰もいないから。たら常連さんが入ってきて隣に座ってマスター起きるの待ってくれたの。そしたら30分も寝てたのお客さん。いやだお疲れなんでしょそうですよ。今ではねメニュー表も立った状態で書いているんですって。そんなお茶目さも兼ね備えた鉄人店主村さんが作る料理をお客さんは絶賛しています。何でも多分美味しい。お刺身にしてもそう何でも美味しいんで。お気に入りのメニューっていうとは私は生姜焼き、味付けがもう最高です。ご飯にもぴったりだし、自分ではこの味は出せないですね。中でも多くのお客さんが楽しみにしているのは日替わりがあるのがいいよね。今日は日替わりで煮付けいただきました。村さんが毎日市場などで仕入れた食材で作る日替わり定食。仕入れもやってらっしゃるんだ。そうなんですよ。ちなみに村さん仕入れの往復は自転車で行きます。御年75歳なのに本当にパワフルですよね。でこんなに頑張れるんでしょうか。これ柳の舞と言います。今日の日替わり定食煮魚にします。結構入れましたね。甘いのがねある程度染みてから醤油入れる。なるほどなるほど。自分はねやるだけ。しょっぱいのに先につけちゃうと、この中にしょっぱいのが先に入っちゃうんで、甘さをね中に染み込ませてからやるようにしてる。
その方がいい味がつくんじゃないかって自分で思ってる。柳の舞の煮付けはお客さんからも大好評です。お味いかがでした？とても美味しかったです柔らかかったですねすごい、うまいですよ。非常に作りが丁寧で。柳舞美味しいです。さらにお客さんが心待ちにしている日替わりの料理が。月1回の第2水曜日がカレーの日っていう。カレーはね、通常はね第2水曜日表にね、書いてあるんですよ。教えようか。これここ光。あ、本当だ、書いてますね。本当。毎月第2水曜日は福祉施設にカレーの配達をすることになっていて、日替わり定食もカレーになるんです。そういうことまでやってらっしゃる。はい、そうなんです。何人分のカレー作ってますか50人分作って。50人目。具材とかも相当な量。そうね。6時頃に帰りました。朝6時帰ったの。それでね、そして風呂入って朝ごはん食べて出てきた。ほぼ徹夜をして作った努力の結晶ともいえるポークカレー、そのお味は。美味しいです。大好き。昔の味っていうか懐かしい味がします。このカレーが食べたくて来るもんね。カレーのお味いかがですか？変わらずうまいですよ。日替わりメニューのほか、お酒に合う一品料理も数多くあります。さらに村さんはフグの調理師免許も持っているので、フグのコース料理も提供しているんです。さまざまな食材でお客さんを楽しませる村さんですが、実は今からね10年ぐらい前までは全然休みなかったのよ。それこそ鉄人だやつよね。なんと創業してから30年間は定休日なしで営業していたんです。お客さんが来てくれるからね、なるときあげようという気持ち。お正月も大晦日も開けた時もやってたよ。だって運動会だとか卒業式だとか入学式なんて行ったことないんだからさ、場所取り行ったりするじゃない、はい、そういうことはやってたんだけどね。場所取るだけ取って実際の運動会は見なかった、一番大変なことだけやってたんだ。そうなんです。家族との時間を泣く泣く削り、仕事に邁進してきた村さん。現在は日曜日と祝日を定休日にしています。そのお休みも密着していますと、鉄人ぶりをさらに見つけることができました。おはようございます。村さんが自転車でやってきたのは西区にある整形外科です。今日はここの病院の365個の階とかって言われて5キロ歩こうと思ってきました。ご自身の通院のためじゃなかったんですね。違うんですよ。この整形外科は村さんが人工関節の手術を受けた病院で年に一度お散歩のイベントを開催しています。絶好調ですよ。傷、綺麗ですね。両膝やってます。曲がりいいね。臨時の診察。歩くところ見せてもらいますから。ことにハッサム川の河川敷、往復5キロをおよそ1時間半かけて歩いていきます。このいい天気で、いい休憩を吸いながらみんなと一緒に歩くのは結構楽しいです。どうですか、足の力とかは来てますよ。ちょっとなんかね、この辺が張ってきたなって今さっき言ってたんだけど、今ちょっと止まってたら治りました。本当ですか。膝や首をしっかりケアしながら村さんちゃんと歩き切りました。お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございます。山さん、はい、日曜日はこれで終わりですか？いや、これから野球に行きます。野球練習ですけど。5キロ歩いた後にですか？はい、村さんは札幌を拠点に活動する草野球チームに所属していて、1ヶ月に2回ほど練習に参加しているんです。鉄人小学校6年生の時に買ってもらったグローブ。60年ぐらいありますね。物持ちがいいから。ね、使えるもんですよね。
練習が始まるとまずは芝生の上でしっかりランニング。その後になんと腕立て伏せを始めました。さっき5キロ歩いてたじゃないですか。そうですよ。40回やったけど、いつもこれだけやってるからするわけ。そうじゃないと怪我するから。小学校6年生から使い続けているグローブでキャッチボール。そして自前のバットでバッティング練習。キレのあるスイングで快音を連発していました。おお、いい音だ。いや全然ダメ。もうこれパンパンに張っちゃって動かなくなって。ただね、バットに当てるしかできないもん。野球やってる時が楽しい楽しい。一方、守備では華麗なグラブさばきも披露していました。村さんのお休みはまだ終わりません。次に車で向かったのは丘珠にある畑。村さんは去年からこの場所で野菜や果物など15種類以上の作物を育てているんです。今ね、あそこのところにね、枝豆をまこうと思ってて、いたわけ。この日の目的である枝豆の種まきのため畑を耕し始める村さん。1時間休むことなく作業を続けます。腰が痛い。あ、いや全然大丈夫ですよ。腰もね、トレーシュしてから楽ですね。今はね、野球やってた時はこの辺パンパンに張ったけどね、こうやって動いたら今度楽になってきた。動いたら楽になる。ある程度整ったところで枝豆や肥料をまいていきます。畑に来てから2時間動きっぱなしです。プライベートでも鉄人ぶりを発揮する村さん。休みの日がこのように充実しているからこそ普段のお店にもいい影響を与えているのかもしれません。休んでるように見えないんですけど、ずっと動いてますよ。営業中は座ることなく常に厨房で腕を振るい、度重なる大きな手術も気合で乗り越えてきた75歳の鉄人。そんな村さんが一番大切にしている言葉を教えてもらいました。はい、志です。志、はい、一文字ですけれども、どういうことですか？いや、前向きにということで、何かこう目標を持ったらそれをなるだけやろうという志。後ろを向かないように、そういう気持ちでやってます。常に挑戦するという志を胸に秘めた村さん。その思いがお店を続ける原動力になっていました。村さんの鉄人ぶりいかがでしたか？いや、もう何にも言えないですよ。もうすごすぎますよね。どさんこワイドを3時間ね立ちっぱなしでやって腰が痛いとか言ってるね。もう自分とね比較しちゃダメ。もうそうですね。もうしかもお仕事中だけではなくても、人生そのもの生き方自体が鉄人ですよね。そうなんです。でも休むってのはね、家でゴロゴロするだけが休みじゃなくて、動くとかね、好きなことをやるっていうのも休みのうちに入るんでしょうけれども、原動力にきっとなっているんでしょうけどね。ですから背中を押される、その人が背中を押さえるということで美味しい料理だけではなく村さんに会いに行きたいという方も本当に多いなというふうに実感しましたね。で本当に手を抜くことをなさらないっていうところが素晴らしいなっていうふうに思います。でも村さんたまには本当にちょっとね休んでください。本当にね、これからもね末永くお仕事を続けてくださいね。どうも密着させていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。いや鉄人見習えるかなちょっとね。頑張りましょう。